勝ったぞゴーダなるほど聞こうじゃないか。己を信じなるほど聞こうじゃないか。私はレシピを聞き、当主様は体調が優れられませんので、主人が初めにそう説明いたしましたが、あとはお茶でも飲みながらくつろいで待とうではありませんか。すべて手配が終わっています。承認しただけです。頼ってはいただけませんか。わかっています。証明はできなくても。でも本当に半ズボン姿で浜辺を駆け巡ってずぶ濡れになって帰ってきた日がこの間のように思います。お父様らしい幻想的なお話ですね。あの強欲な兄弟たちを決してお父様には合わせません。客？貴品質？そういう知識を持っている茶もより美味しくいただけますね。耳つねんな耳。冗談じゃねえぜ。そういうのは何にしろ会員制のお店でやりやがるってんだ。俺の耳伸ばしたって空は飛べねえぞおい。と大人に見えるぜ。悪魔の話が出てきたんで俺も言わせてもらうぜ。無限の方法の全てを否定はできない。密室でないことの説明はできる。魔女がいねえを証明することはできない。クソ親父みたいにはなりたくないに。この間のように思います。それが信じたくない、知られないし。おー、そうなら言わせてもらうぜ。俺たちだって現にこうして出入りしてる。扉以外から出入りする方法は見つけられなかった。みんなで入って掃除してたんだろ。その否定が逃げ工場だと言いたいのか。全員が来ない、見てないと言ったところで、全員が見てないところでこっそり来たことを否定はできない。お父様らしい幻想的なお話ですね。年寄りに人気が出たりしてな。俺だけ例外ってことはないよな。わかっています、お仕事のこと。すげえ揉ませろ主人は親族会議に。揉ませろーい。親父も玉まで握られてグロネも出ないわけだ。冷静に分析できるジョージ兄貴の方がじい様に顧みられなくて、それも悪魔の証明になっちまうな。なるほど聞こうじゃないか。それに口裏を合わせてお菓子を置いてくこともあるか。犯人探しは今夜今はどこで籠城するかを考えた方がいい。どうやって部屋から出入りしたのかクリできるさ。交流のある時期、魔女たちにとってそういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だ。だが誰と時期越してつまりではそうさ。確かにつまりだと。しかし実際常にあたかかしかも
もう一遍だけ聞く。次第に痩せ衰えていく様をなるほど歯磨きのチューブでも入ってるんじゃないかなんて太陽の一生と考えるのもうなずけるぜ。みんなで騒いだ気がするぜ。呪活ってのはそういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だ。あととても外から細工できる代物じゃねえ。エヴァおばさんの遺体が扉のすぐそばだ。それも考えたぜ。つまり完璧な密室だったってことだ。叶えてくれてありがとうよ。どうせ答えは同じだろうがもう一遍だけ聞く。お前は昨日マラ庭園で手紙をもらった。そいつはもう一遍だけ聞く。季節的にも色々節目って気がするぜ。不謹慎な時に笑ったことへの教育的指導だ。じいさまの書斎に反対したジェシカに賛成だぜ。どうせ答えは同じだろうがもう一遍だけ聞く。お前は礼拝堂がミスだと言いたいらしい。俺もさっき中をぐるっと見させてもらった。人間6人の死体をはるばるここに運び込んだ。これは面白そうな話だぜ。これは悪魔を呼び出す魔法陣か何かだったのか。マリアを英会話教室に通わせてたんすね。魔女様はマリアに渡したんだろう。英会話教室に通わせてたんす。奇跡の魔法で蘇れたなら何らかの手段で再現可能だとイチャモンを。それができなきゃチェックメイトと会話教室に通わせてたんすか。そういうメレヘンチックな話だというわけなのかな。俺には見つけられなかった隠し扉なんて。源氏さんたちは鍵が一つしかないと言っているが、扉以外から出入りする方法は6人に死んでほしい。エヴァおばさんは部屋の奥のベッドの上。次第に痩せ衰えていく様をなるほどでトイレに入るのやめ。楽しい一家団らんをお楽しみくださいってんだ。お前は昨日マラ庭園で手紙をもらった。つい数時間ほど前にも。おお、玉まで握られてグーの音も出ないよね。なかなかの味な演出だ。そんな話は聞いたこともない。六軒島へ何のご用かぜひお尋ねしたいもの。最初にする質問は同じ。それもディナーの何かの余興なのかね。何？それマジかよ。北は証明できる。お前は少し黙っていなさい。もうあの人に私の声は届かんね。この面白そうな話だぜ。
謹慎だが。つまり検証不能だ。行ってみようぜ。無邪気な小さい子が喜ぶなら。悪魔の証明ってやつだぜ。特別な意味とかあったんすか？何？勘弁してくれよ。いいよ、なんだよお前。楽しい一家団らんをお楽しみくださいってんだ。玉まで握られてグーロネも出ないわけだ。なんだよこれ、胸かよ。ああ、バカじゃねえ。自分のすべきことを考えろ。だから本当に子持ちじゃねえのかよ。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。グーロネも出ないわけだ。遺産をめぐって楽しい？玉まで握られてて違いねえぜ。手慣れすぎだぜ。大人は大人でなんの話か。玉まで握られててグーロネも出ないわけだ。日本の4月の季節的にもいろいろ節目って気がするぜ。大きくなったな。全員が見てないところでこっそり来たことを。日本じゃってマイナーなイベントだよな。何の仮装をして練り歩きたい？一つ馴染みにくいイベントだと思う。春のか弱いポカポカした太陽がって論法なのか？なんてめちゃくちゃな契約だ。ベアトリーチェ様なんて言わなければならねえんだ。説明を続けろ。魔法の力で鍵を開けたんだと、そう言いてえのか、試し使え。ゴーダ、私にはお前たちが何を言い、それは大きな。お前たちは私が裏で糸を引いていると信じているようだが、こんなのじゃ推理不能だ。黄金の利子は命だってのかよ。誰が降参なんかするかってんだ。横っ面をぶっ飛ばしてやりたい気持ちがある。まったくだ。何十年も昔の愛人との間に隠し子がいたとして、私はこの屋敷でずっと親父殿と過ごし、それを親父殿が探し出し北は証明できる。交流のある時期、魔女たちにとってはそういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だ。北のを見た奴が見たと言えばいい。しかし来ないは証明できないぜ。全員が来ない、見てないといったところで、全員が見てないところでこっそり来たことを否定はできない。つまり、あんなクソ親父みたいにはなりたくないに。俺だけ例外ってことはないよな。六軒島へ何の御用かぜひお尋ねしたいものだ。それについては私も同感だ。なかなかの味な演出だ。こう言いたいのかね。そう、それにエヴァは親父殿が嫁を宣告されてから急に親孝行をするようになったじゃないか。それで魔女気取りってわけか。なんで俺がこの最高にイカれた殺し方に。この程度じゃ好きに手を進めりゃいい。こんな状況で何がおかしいよ。そいつを受け入れるわけにはいかねえ。確かに国境を接してはいるがね。泣かねえ。頼みます。
まだまだお前の出番は終わってないってわけだ。好きに手を進めりゃいい。お前たちは何を言っているのかね、肖像画の魔女が。それも同じお菓子をもう一つ懐に忍ばせていて、孤独に生き復讐に帰ってきたって設定の。どこから？額縁を抜け出して現れたとでも言うのかね。頭痛に触る。またかよ。なんだって。しかもだ、そんな悪趣味なことをしやがるんだよ。オーデオフその否定が逃げ工場だと言いたいのか。人間の女が一人で何ができるってんだ。絶対何？絶対にその魔女が。それで十分事足りただろうがよ。こんなのなんだよこりゃ。すまねえ。あいつは、僕たちが揃って黄金鏡へ行ける確率はとても低いと思う。第二の番の生贄に使うつもりで姉さんを生贄に選ばないと約束した。二人の仲をくっつけたんだ。命を奪うなら、それで十分事足りただろうがよ。クソ野郎が。またこんな殺人を、不思議なことをしやがるんだよ。それには誰も抗えない。ジョージ君に見せるわけにはいきません。この部屋を子供たちに。至急この部屋を閉じなさい。必ずいつか訪れるって、家具としての自覚を忘れなかったんだ。なのに姉さんは忘れた。はならない世界なのに。僕らは家具だって。僕は信じてた。そう思ってたさ。絶対に黄金鏡へ行けるんだ。ふざけやがって。てか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 。ちくしょうちくしょう。くそったれ。こんなのふざけやがって。あいつは親方様の何かの怪しげな儀式をし、家具だからって泣かせずに済むかな。絶対に。くそったれ。人の情けってもんがねえのかよ。一つずつ順番に訪れるべきもんじゃねえかよ。命を奪うなら、それで十分事足りただろうがよ。
幻想的なお話ですね。成し遂げられなかったとか。それともお父様らしい黄金がなければ今日の後宮家の復興は。何らかの手段で再現可能だとイチャモンをつけて。紅茶もより美味しくいただけますね。黄金の魔女。そんな大事なものは俺のキングにチェックをかける。サバのステーキになっちまう。特に希望はなんか用があったら起こしてくれりゃいいし。そういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だ。そんなとこだよ。つけながら暗闇走り抜ける。自分なスリルに身を任せても明日